皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。10月の前半に購入した多肉たちです。購入時には大きな札がついていたので、小さな札に名前を書き換えています。購入してから一度たっぷりと水やりをして、その後雨が降り、雨ざらしで外に置いていましたが、今のところはまだ購入時から変わった様子はなく、朝晩の気温もだいぶ下がり、多肉たちのこれからの紅葉がとても楽しみです。そして週末にまたこの秋2回目の多肉狩りをしてきました。今回購入してきた多肉も前回と同じホームセンターで購入してきました。実は前回購入した時にカゴの中に入れずに後ろ髪を引かれながら帰った多肉たちを今回はお迎えしてきちゃいました。そしてこの多肉たちの他にもう一つあの多肉も。はい、ということで最後とっておきの多肉をご紹介するので、とりあえず今回購入してきた苗を一つずつご紹介していきたいと思います。一つ目の多肉はこのアブサンホワイトです。葉先がほんのりピンク色でとても可愛い多肉です。まだ葉は開いていますが、丸くコロンとした姿を想像すると今からとても成長が楽しみです。二つ目の多肉はこのリトルサンです。葉の表面はツルツルしていて、エッジが赤く可愛い多肉です。株横には小株が出ていて、小株の成長も楽しみですね。冬には真っ赤に紅葉するので、赤く紅葉する多肉が欲しい方にはおすすめです。そして3つ目の多肉はプリズムです。このプリズムは葉の裏を見てみるとほんのりとピンク色に色づいていました。まだ葉は開いていますが、ピンクに紅葉するかわいい多肉です。春まで植え替えの予定はありませんが、とりあえず葉差しで増やしておきたい多肉です。4つ目の多肉は野バラのせいです。昔育てていたんですが、いつの間にかいなくなっていたので、今回お迎えしてきました。しかもこの株は双子ちゃんです。株分けするか悩みますが、しばらくはこのままで育てていきたいと思っています。そして5つ目の多肉はダークホリックです。ダークとついているだけに紅葉すると色が濃くなるのかな。でもホリックがちょっと気になりますね。と言いつつもすでにどっぷり多肉にはまっちゃっているんですけどね。このダークホリックは今のところエッジがピンク色ですが、この先どう変化するのか今からとても楽しみな多肉です。今回選んできた多肉は主に葉先が赤かったりピンクだったりするものを中心に選んできています。5つの多肉の紹介が終わったところで多肉を入れ替えて続きをご紹介していきます。そして6個目の多肉はこのラブファイヤーです。一見ロゼットも大きくて立派な株に見えますが、実はこれ日照不足のせいで葉が徒長してしまい、さらに葉が開ききって下を向いてしまっています。様子を見ながら少しずつ日に当ててこの冬しっかりと紅葉してくれるといいんですけど。7個目の多肉はこの織姫です。去年初孫が七夕に生まれて
ずっと探していた多肉でようやく出会うことができました。前回の多肉狩りでは見落としていたんですが、今回見つけた時には即買いでした。そして8個目の多肉はフリーティール。これちょっと初めて聞く名前でネットで検索してみたんですが、出てきたのはフロリディティールだけでした。もしかしたら手書きなので書き間違え？どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。フロリディティールはいくつか持っているので、違う多肉だといいんですけど、見れば見るほどよく似ているのでちょっと心配です。まあ可愛いからどっちでもいいんですけどね。ちなみに我が家で育てているフロリディティールがこちらです。群生になってしまっているので少し分かりづらいんですが、似ていますよね。残りも少なくなってきましたが、9個目の多肉はスミレボタンです。スミレボタン、もしかしてこれって思ったら、やっぱりバイオレットクイーンでした。名前を見た時はあれと思ったんですが、家に帰って思い出したんですよね。それでもバイオレットクイーンは私の大好きな多肉の一つなので、保険株にちょうど良かったです。ちなみに今私が育てているバイオレットクイーンは、ロゼット部分はとても綺麗なんですが、茎がこんなに伸びてしまっています。それでも伸びた茎からは小株がたくさん出ていて、これはちょうどいい機会なので胴切りして増やそうと思います。そして10個目の多肉はこのマークティックアイスです。アイスとつくとついつい買ってしまいますよね。今年はラズベリーアイスの親株をダメにしてしまったので、このマークティックアイスの成長が今からとても楽しみ。ロゼットもまだまだ小さいので、これから大きな株に成長できるよう願っています。はい、ということで秋の多肉狩り第2弾、10個の多肉をご紹介していきましたが、残る最後の一つはアガベを買ってしまいました。これ旦那が購入していたアガベのレッドキャットウィーズルです。実は前回のホムセン買った肉の動画でレッドキャットウェイルズと間違って言っていたので、ここで訂正させていただきます。買う予定はなかったものの、前回よりも大きな苗が出ていて、旦那がいいの見つけたと言って勧めてきたので、ついつい乗せられて買ってしまいました。そして結局2階の特等席ということで、旦那にプレゼントした木のプランターの中に仲間入り。ここは朝から一番よく日が当たる場所。風通しもよく、すっかりアガベコーナーが出来上がってしまっています。実は以前から育てているアガベが2種類あるんですが、一つは谷友さんにいただいたこの笹の雪です。もう一つは王妃雷神錦です。もともと小さい種類のアガベなのであまり大きくはありませんが、大切に育ててきました。とここでシャビ穴が下に落ちているのを発見。なんとまたこのシャビ穴、葉が折れてしまいました。葉を折ってばかりいるのでなかなか大きくならないシャビ穴です。このアガベたちの成長も楽しみにしていてくださいね。はい、ということで今回は
秋の買った肉第2弾、10個の多肉とアガベを一つご紹介していきました。いかがだったでしょうか。ここで気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は最初にホームセンターで買った多肉の中にバイオレットクイーンもいたんです。そして今回のスミレボタン、なんとバイオレットクイーンは2つ目でした。道理でスミレボタンの名前を見た時にちょっと引っかかったんですよね。それがこれだったとは今更気づいて笑っちゃいました。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。